高次生命科学専攻分子病態学の北島です。皆さんは自分がどこからやってきたか知っているでしょうか？私の質問は地理的なことを聞いているものではありません。これは生物学的な質問です。ある人は私はお母さんのお腹からやってきたと答えるかもしれません。それは正解の一つです。それでは細胞生物学的に答えるとしたらどのような答えになるでしょうか？母親のお腹の中にいる胎児は細胞が増殖を繰り返した結果出来上がったものです。その過程を遡っていくとある一つの細胞に突き当たります。それが発生のスタート地点、受精卵という単一の細胞です。皆さんはお母さんのお腹の中にあった受精卵に端を発していると言えます。さらに遡って言えば、この受精卵は2つの細胞が融合することによって出来上がったものです。2つの細胞とは配偶子である卵子と精子です。それでは母方の配偶子である卵子はどのように作られるのでしょうか？卵子の元となる細胞が卵母細胞です。女性の卵巣の中にはこの卵母細胞が蓄えられています。排卵の前に原数第一分裂という細胞分裂を行うことで卵子となります。私たちの研究室ではこの発生のスタート地点ともいえる母なる細胞、卵母細胞の原数第一分裂について研究しています。私たちが特に注目している点は卵母細胞の原数第一分裂における染色体の分配です。人の細胞は23種類の染色体を1セットとしてこのセットを2つ持っています。原数第一分裂においてはこれらを正確に娘細胞に1セットずつ分配しなくてはなりません。卵母細胞の原数第一分裂によってできる娘細胞とは巨大な卵子と小さな極体です。卵子に23個の染色体を1セット、極体に23個の染色体を1セット、間違えないように分配しなければいけません。ところが哺乳類の卵母細胞における原数第一分裂は染色体分配のエラーを起こしやすい細胞分裂として知られています。この染色体分配にエラーが起こると染色体数が異常な卵子が生まれます。そのような卵子は受精したとしても正常に発生することができず、その多くが出産まで至りません。また21番トリソミー、つまりダウン症のような染色体数異常による先天性疾患の多くは卵母細胞の原数第一分裂における染色体分配エラーが原因であることが分かっています。さらに深刻なことに、この染色体分配エラーの頻度は母体の年齢とともに上昇します。なぜ卵母細胞の原数第一分裂では染色体分配のエラーが起こりやすいのか、またなぜ母体の年齢とともにその頻度が上昇するのかは明らかになっていません。私たちはマウス卵母細胞をモデルとして使い、これらの謎を解こうとしています。中心的に用いる技術は卵母細胞における染色体の動きを動画に収めるためのライブイメージングです。私たちは自動化した強焦点顕微鏡を用いることによってハイスループットかつ高解像度のライブイメージングを確立しています。このライブイメージング技術によって卵母細胞の原数第一分裂におけるすべての染色体の動きを分配の瞬間まで正確に追跡することが可能になりました。つまり、すべての染色体の4次元空間における位置が明らかになったのです。この染色体の4次元空間における位置を詳しく解析していくと、いくつかの予想外のことが明らかになってきました。その一つは特徴的な染色体の配置です。原数第一分裂に入ってしばらくすると、染色体はまず紡錘体の表面でランダムに配置されます。次にこれらの染色体は方向性を持って動いていき、特徴的な輪っか状の配置を取るようになります。私たちはこの染色体配置を前中期ベルトと呼んでいます。続いてこの前中期ベルトにあったいくつかの染色体がベルトの中心部に移動していき、真ん中の空間を埋めていきます。それによって染色体のベルト配置が板のような配置に変換されていくのです。これが染色体の中基板の形成です。これまで多くの教科書では染色体分配に至る前段階として
染色体が紡錘体の赤道面で中基板を形成することのみ記述してきました。しかしながら私たちの解析によって中基板の形成は実は2ステップであることがわかります。すなわち最初のステップが前中基ベルトの形成であり、その次のステップがベルトから中基板への変換なのです。私たちと独立に行われた研究からは、このような中基板の形成過程はあらゆる細胞分裂で見られる普遍的なものであり、正確な染色体分配に寄与していることが示唆されています。私たちの研究は、この高解像度のライブイメージング技術の確立により、卵母細胞の中で染色体が実際にどのように動くか、その4次元地図がようやく今完成したところです。次の課題は、この4次元地図をもとにどうやって染色体は動くのか、どのような原理で染色体分配が達成されていくのか、その分子メカニズムを解明することです。それによって卵母細胞の原数第一分裂において染色体分配エラーが起こりやすい理由が明らかになってくるでしょう。また私たちは老化させたマウスの卵母細胞を用いた研究も行っています。老化した卵母細胞と若い卵母細胞を比較しながら解析することによって、なぜ老化により染色体分配エラーが起こりやすくなるのか、その理由もわかるはずです。その先には卵子の老化を食い止める、あるいは修正する技術を開発するための戦略が見えてくるかもしれません。